こんにちは、A スタイルです。この動画は石川県金沢のおすすめの場所を厳選して考えたモデルコースをご紹介します。金沢は加賀百万石と称される豊かな土地。今もなお歴史的な史跡や風情ある街並みが残る場所です。市内中心部に観光スポットが集まっており、短い日数でも十分に楽しむことができるため、今回は1泊2日で観光やグルメを存分に楽しむプランを考えました。私は現在、東京と金沢の2拠点生活をしているので、観光客が知りたい在住者ならではの情報もお伝えできると思います。金沢は歴史や文化、グルメも楽しめる本当に素敵な街。ぜひ皆さんのご旅行の参考にしていただけたらと思います。それでは1泊2日金沢旅行スタート。午前7時、飛行機で小松空港に向かいます。金沢へは新幹線や高速バス、飛行機で行くことができます。東京からのアクセスの場合、時間はかかりますが一番料金が安いのは高速バス。新幹線は東京駅から金沢駅まで3時間弱。飛行機の場合は羽田から小松空港へは約1時間。小松から金沢までも約1時間で到着します。新幹線や飛行機の料金はそれほど大きく違わないため、駅や空港へのアクセスのしやすさ、割引料金の違いで選ぶと良いと思います。午前8時15分、小松空港に到着しました。小松空港から金沢駅へのアクセスは空港リムジンバスがおすすめです。バスは空港出口を出て目の前にある1番のバス乗り場から出発します。航空便の到着時刻に合わせて運行しているので、飛行機到着後だいたい15分後に出発するそうです。金沢駅まで乗り換えなしで約40分。料金は1300円です。チケットはバス乗り場の横にある券売機で買うか現金支払い。デジタルチケット、北陸鉄道の IC カード、AICA を利用することもできます。現金で支払う場合、車内では1000円札の両替しかできません。料金は後払いのため、乗車後に1000円札がないことに気づいた場合は、クレジットカード決済のデジタルチケットを購入すると良いと思います。午前9時、金沢駅西口に到着しました。ホテルに荷物を預けて観光に行きます。観光やグルメをメインとする金沢旅行では、観光地にアクセスしやすく、グルメスポットや土産店のある金沢駅周辺のホテルを拠点にするのが良いと思います。観光スポットが集まっているのは東口方面ですが、駅はコンパクトなので西口の滞在も悪くありません。観光スポットにタクシーやレンタカーを利用していく方は、比較的混雑が少ない西口のホテルを利用するのがおすすめです。午前9時半、東口にある金沢のシンボル、もてなしドームと鼓門の前で記念撮影を楽しみます。金沢駅はアメリカの旅行雑誌で世界で最も美しい駅14選に日本で唯一選ばれた駅。近代的なデザインのもてなしドームは年間を通して降水量が多い金沢で、駅を降りた人に傘を差し出すもてなしの心を表現して作られており、木製の荘厳な鼓門は金沢の伝統芸能の能楽で使われる鼓をイメージしているそうです。
もてなしドームにはバスターミナルもあります。金沢の主要観光スポットはコンパクトにまとまっているため、移動手段はバスがおすすめです。有名な観光地はほとんどもてなしドームにあるバス停から行くことができます。東口にはシェアサイクルのポートもあるので、天気が良ければ自転車を利用するのも良いと思います。週末は観光客が多いため、バスターミナルはとても混雑します。すぐにバスに乗れなかったり雨が降っている場合は、観光地までそれほど遠くないのでタクシーを利用すると良いと思います。午前10時、近江町市場で少し早めのランチをいただきます。約300年の歴史がある金沢市民の台所として親しまれている市場で、旬の魚介や野菜、果物など170店ものお店が軒を連ねています。多くのお店があるので、いろいろな種類の美味しいものを食べたい方は食べ歩きがおすすめ。人気の食べ歩きグルメを何軒かご紹介します。まず大口水産。近江町市場の中でも最大の売り場面積がある魚屋さんです。お店の一角にはのどぐろの塩焼きやイカのゲソ、エビ、フグなどを旨だれで焼いて食べる焼き焼きコーナーがあり、イートインで食べることができます。名物ののどぐろは1枚1200円と他の串より少しお高めですが、お店で食べたらこの値段では食べられないと思います。のどぐろは個人的に塩焼きや煮付けで食べるのが一番美味しいと思うので、ぜひ味わってみてはいかがでしょうか。大口水産のすぐ近くにある大松水産は牡蠣好きにはたまらないお店。夏は岩牡蠣、冬は真牡蠣を店先で味わうことができます。季節は限られてしまいますが、つぶつぶの卵とカニ味噌が美味しい香箱ガニも食べることができるので、解禁中に行ったらぜひ食べてみてください。一福横丁は立ち食いちょい飲みのフードコート。浜焼きや市場飯を提供する七福丸と金沢おでんの一福や北陸の地酒を販売する六角を一ところで楽しむことができます。金沢は海鮮だけでなくおでんや日本酒も有名。金沢グルメを一度に味わうのにおすすめです。近江町コロッケも忘れてはいけません。長蛇の列ができる人気のコロッケ店で、店先には揚げたての手作りコロッケがずらりと並んでいます。のどぐろや甘エビ、カニ、能登牛などを使った北陸ならではのコロッケから定番の味のコロッケまで、あれもこれも食べたくなりますが、買いすぎにご注意ください。歩いていると喉が渇きます。果物専門店のフルーツ坂野では、フルーツそのままの味を楽しめるフレッシュジュースを買うことができます。一番人気は中身を丸ごとくり抜いて作ったオレンジジュース。美味しいだけでなく見た目も可愛いと大人気です。他にも食べ歩きしやすいようカップに入ったフルーツや棒に刺さったパイナップルもあるので、食後のお口直しや水分補給におすすめです。人混みの中を歩きながら食べるのは少し大変という方は、市場内にあるレストランを利用するのも良いと思います。春菜和食幸福は、のどぐろひつまぶしと海鮮ひつまぶしが看板メニューの人気店。他にも、新鮮な旬の素材を生かした加賀料理を手頃な値段で楽しむことができます。近江町市場の2階にあるので、観光客の目が届きにくいのがポイント。ゆっくり落ち着いて海鮮を食べたい方におすすめです。金沢といえばもりもり寿司も有名です。北陸の海の幸をリーズナブルに堪能できる回転寿司店です。チェーン店のためいろいろな場所にお店がありますが、市場内という立地のため鮮度はお墨付き。大行列ができる人気店のため、市場に着いたら真っ先に整理券を取りに行きましょう。地元の方だけでなく観光客にも人気の市場なので、昼近くには大混雑します。
観光前の早めの時間に行くか、観光後の夕方に行くのがおすすめです。午前11時半、近江町市場から歩いて約15分の場所には金沢城公園や兼六園があります。周辺にも多くの観光スポットがあるので、旅行1日目は金沢城公園からスタートし、最後に兼六園に戻ってくるルートで観光します。金沢城公園にはいくつか入り口があるので、観光ルートによって入る場所と出る場所を決めると良いと思います。河北門は金沢城の正門。近江町市場から近い黒門口や大手門口から入った先にある門です。河北門を入ってすぐのところにはもう一つ石川門があります。兼六園へと続く金沢城の裏門ですが、正門よりも華やかな感じがします。河北門や石川門を入ってすぐの場所にあるのは三の丸広場。実は金沢城は何度か火災に見舞われ、ほとんどすべての建物が焼失しています。現在はこのように跡地として広場になっていたり、再建や復元されたものを見ることができます。城などの建物はないのでちょっと物足りないかもしれませんが、金沢城について軽く知っておくと他の観光スポットもより楽しめると思うので、お散歩がてら観光すると良いと思います。加賀の国はもともと加賀の一向一揆で勝利した浄土真宗側によっておよそ100年にもわたり支配されていた場所。金沢城はその拠点となっていた金沢御堂があった場所です。織田信長が浄土真宗を攻め落とし、金沢御堂の跡地に築城、佐久間盛政を置いたのが金沢城の始まりです。その後、羽柴秀吉が盛政を討ち、秀吉の重臣である前田利家が金沢城に入城。明治維新までの間14代にわたり前田家が城主を務めました。三の丸広場の先にあるのが橋詰門。二の丸へと続く門で、先ほど見た河北門、石川門と合わせて金沢城三五門と呼ばれています。橋詰門を入ったところには二の丸広場。その横に天守閣があった本丸があります。天守閣は利家公時代に落雷によって焼失。その後再建されず、藩主やその家族は二の丸にあった御殿で生活や政務を行いました。天守閣があった場所は今は緑地。二の丸御殿は現在復元工事中です。二の丸広場を先に進んでいくと、二代目利長の正室玉泉院が屋敷を構えていた場所に作られた玉泉院丸庭園があります。高低差のある立体的なお庭は見る角度によって様々な景色を楽しむことができます。庭園のすぐ横にある短冊型の石を組み合わせた石垣も見どころの一つ。私にはちょっとよくわかりませんでしたが、モダンなんだそうです。玉泉院丸庭園の前にあるのはネズミ多門。木製の橋で隠居した藩士や家族たちが住む金谷出丸とつながっています。こちらの門から城外に出て小山神社へ向かいます。午前12時。小山神社はかつて加賀藩主前田家の別邸金谷御殿があった場所。廃藩後、明治時代に利家公を祀るため社殿を新築。平成10年より利家の正室お松の方も祀るようになりました。見どころは神門。明治8年に和漢洋の三様式を取り入れた異色の門で、国指定の重要文化財にもなっています。最上階には色とりどりのギヤマンがはめ込まれており、ライトアップされた夜はさらに美しく見えるそう。その上には日本最古の避雷神が設置されています。金沢は本当に雷が多いので、避雷神があると観光中に雷が鳴っても安心です。境内にある江戸末期から神社が創設された明治初期までの間に作られたお庭は、
前田家が築いた最後の庭園と言われており、歩いているだけでも気持ちがいいので、私のお気に入りの観光スポットです。午後0時半。小山神社から歩いて15分ほどの場所には、風情ある街並みの長町武家屋敷跡があります。藩政時代、中級武士の屋敷が軒を連ねていたエリアで、土塀や石畳の小道など、今でも趣のある景観が維持されています。中でも野村家は、この界隈で唯一一般公開しているお屋敷。ミシュラングリーンガイドジャポンで2つ星を獲得している観光地です。野村家は前田家の直進として11代にわたり仕えた由緒深い家柄。幾度か住人は変わっていますが、門や土塀は従来の姿を残したもの。樹齢400年以上の古木や曲水、灯籠、桜見影石のある見事な庭園を見ることができます。階段を上ると茶室があり、庭園を眺めながらお抹茶をいただくこともできます。周辺には陶磁器を販売しているお店や飲食店などが並んでいるので、立ち寄りながらゆっくり散策するのがおすすめです。午後1時、野村家の近くにある人気の和菓子屋さんで休憩します。和菓子村上は明治44年創業の老舗店。どら焼きや大福、羊羹などいろいろな種類の和菓子を買うことができます。金沢にいくつか店舗がありますが、長町にある本店にはカフェ村上が併設されており、ゆっくり座りながらお茶や和のスイーツを楽しむことができます。おすすめは武家屋敷プレート。抹茶にみたらしとよもぎのお団子、わらび餅、チョコ羊羹がセットになったもので、長町店限定だそう。人気ナンバーワンのわらび餅ドリンクは今まで飲んだことのない新食感のドリンクでした。村上のお菓子はお土産としてもおすすめです。休憩がてらショッピングも楽しんでみてはいかがでしょうか。ちなみに村上の向かい側にある坂工房太郎も美味しい和菓子屋さんです。モダンにアレンジされた和菓子はとてもおしゃれ。イートインもあります。休憩するにもお土産を買うにも良いお店だと思うので、こちらもおすすめです。午後2時。次に向かう先は21世紀美術館。長町から徒歩15分ぐらいの場所にある現代アートを楽しむことができる美術館です。初心者でも親しみやすい体験型の展示が多数ある美術館で、無料の交流ゾーンと有料の展覧会ゾーンで構成されています。人気ナンバーワンのアートは展覧会ゾーンにあるスイミングプール。鑑賞者はプールの内部に入って水面を眺めたり、プールを上から見下ろして中に人がいる姿を見て楽しむことができます。プール近部への入場は大人気。人数や時間が制限されているので自由に見ることはできません。以前はホームページで1週間前から予約ができましたが、現在は受け付けておらず、当日の順番待ち予約のみできます。当日の順番待ち予約もあっという間に終了するので、鑑賞へのハードルは高めです。スイミングプールの鑑賞だけで金沢観光の時間を費やすのもなんなので、予約が取れないときは交流ゾーンの窓越しからプールを眺めて楽しみましょう。プール以外にも楽しめる場所はたくさんあります。3色のガラスが混ざり合い、カラフルな景色を楽しめる渦巻き状のパビリオンや、正方形に切り取られた天井から四季を通じて朝から夜まで絶え間なく変化する光を楽しむことができる部屋。終身犯という映画のセリフから雲を測る姿をかたどり、
作者が亡くなった兄を思い制作した様々な要素を併せ持つ銅像など、すべて交流ゾーンで楽しめる作品です。ワクワクするような見どころがたくさんあるので、ゆっくり時間をとって鑑賞するのがおすすめです。午後2時45分、石浦神社は古墳時代からある金沢最古のお宮。境内にはカラフルで綺麗な花が浮かぶ蝶々鉢や101基の鳥居が連なる参道など見どころがたくさんあります。境内を歩いているだけでも楽しめますが、ここでのおすすめはお守りの購入。48種類ある水玉模様のお守りが本当に可愛いんです。おみくじや御朱印帳も水玉なので、合わせて購入するのも楽しいと思います。21世紀美術館と兼六園のちょうど間にあり、ちょっとテンションが上がるので、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。午後3時、金沢に来たら兼六園は外せません。広大な敷地に大きな池や築山、茶屋などがあり、それらに立ち寄りながら全体を遊覧できる庭園で、国の特別名勝に指定されています。兼六園の入り口は7カ所あり、どの入り口からも入園できます。チケットを入り口で購入する場合、金沢城の石川門に近い桂坂口が一番混雑するので、入園に時間がかかるようなら、その先にある連地門口の料金所でチケットを買うとスムーズに入園できると思います。中国の宋時代の書物、落葉名園記には、庭園では6つの優れた景観を兼ね備えることはできない。広々とした様子を表そうとすれば、静寂と奥深さが少なくなってしまう。人の手が加わったところには古びた趣が乏しい。また、滝や池などを多くすれば遠くを眺めることができない。そしてこの6つの景観が共存しているのは古園だけと記されているそう。その素晴らしい景色と称された古園と同様、相反する6つの景色を兼ね備えている庭園として兼六園と名付けられました。岡山の後楽園、水戸の偕楽園と並んで日本三名園に数えられており、ミシュラングリーンガイドジャポンでも最高ランクの三つ星を獲得している大人気の観光地です。足の長さが異なるアンバランスさが美しい琴路灯籠や、パノラマの絶景が広がる眺望台、枝ぶりが見事な唐崎の松、雪の重みで枝が折れないようにされた雪吊りは兼六園の冬の風物詩です。狩りが列をなして飛んでいる姿に作られている観光橋、大小40本以上もの根が地上2メートルまでせり上がった根上がりの松、緩やかに流れる曲水に沿って季節の花が楽しめる花見橋、周囲に茂る木々や滝の水が流れ落ちる音、茶庭などがあり、古びた趣のある久子池、高低差による自然の水圧で水が噴き出るように作られている噴水など見どころ盛りだくさんです。年間を通して様々な景色を楽しめるので、その時々の景色を存分に楽しみましょう。参考までに、兼六園と金沢城は夜間のライトアップを楽しめる日が季節ごとに何日かあります。今年の秋のライトアップは、金沢城はチームラボによる光の祭りを見ることができました。暗闇に照らし出される庭園や金沢城公園は、昼間とまた違った優美な姿を楽しめるので、こちらもおすすめです。ぜひ日程を確認して合わせてお楽しみください。Get sad when you
兼六園や金沢城の近くには素敵なお店が並んでいます。たくさん歩いて観光を楽しんだ後はソフトクリームを食べてはいかがでしょうか。白市は金箔の化粧品や工芸品などを扱っているお店。ここでは金箔1枚を大胆に使った金箔ソフトを買うことができます。また白市の並びにあるショコラトリー雨の歌では季節によって変わるソフトクリームを楽しむことができます。どちらのソフトクリームも本当に美味しかったのでおすすめです。金沢城や兼六園に行く際、ぜひ食べてみてください。午後7時半、観光を終えて一息ついたら夕ご飯を食べに行きます。黒入りはおでんが人気の老舗店。創業時からの秘伝の出汁を使った美味しい金沢おでんや地元の食材を生かした郷土料理を食べることができます。あっさりとした優しい味のおでんで生麩を棒に巻きつけて焼き上げた車麩やバイ貝が北陸ならではの具。シューマイもなかなかお目にかかれないと思います。もちろん大根やイワシのつみれ、餅巾着など定番のものもあります。いつ見ても行列ができている人気店のため事前に予約してから行くと良いと思います。遅い時間になればなるほどおでんの具がどんどん品切れになっていくので、できるだけ早めの時間に行くのがおすすめです。お店は金沢駅直結のアントの中にあります。他にも山さんというおでん屋さんや金沢カレーの人気店ゴーゴーカレー、カウンター席で気軽に食べられるマイモン寿司など金沢グルメを楽しめるお店がたくさんあるので、はしごするのも良さそうです。朝になりました。金沢旅行2日目はとっておきの場所からスタートします。午前9時、いきいき魚市は金沢港をはじめ近郊で水揚げされた魚を漁師さんから直接買うことができる市場。鮮度が良い魚をびっくりするほど安い値段で買うことができるのが魅力です。買った魚をイートインスペースで食べたり、お土産にしたい場合はお店から郵送することもできます。私は直近で行った11月には寒ブリや中トロ、加能ガニやバイ貝、香箱ガニも購入、美味しくいただきました。金沢駅から金沢港までは車で約15分と意外と近いため、朝9時のオープン時間にタクシーで行くのがおすすめです。午前10時半、茶屋街を散策します。芸妓が活躍するお茶屋文化が今も残る金沢には、東と西、風江町の3つの茶屋街があり、江戸時代後期や明治時代初期からある趣のある街並みは、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。中でも東茶屋街は最も規模が大きいそう。お茶屋自体は基本一元さんお断りですが、茶屋建築を見学したり、芸妓のおもてなしを体験できる場所もあるそうです。カフェやショップもたくさんあり、近くには風江町茶屋街もあるので、合わせて散策してみてはいかがでしょうか。午前11時、せっかくなので東茶屋街でスイーツをいただきます。茶湯は1階はオリジナルジェラートアイスショップ、2階は本格的なお座敷がある甘味どころ。地元中心のこだわった素材を使った和のスイーツを楽しむことができます。私たちはわらび餅アイスとモンブランジェラートを食べましたが、どちらも美味しくてびっくり。お店は東茶屋街のメイン通りの入り口にあり、立ち寄りやすい場所にあります。ちょっと休憩したい時にもゆっくりお茶をしたい時にもおすすめのお店です。午前12時、
帰りの時間に余裕があるときは妙立寺もおすすめです。別名忍者寺と呼ばれているお寺で、東茶屋街からは少し離れていますが、金沢城や兼六園からは車で5分、歩いて20分ぐらいのところにあります。もともと前田利家公が金沢城の近くに建立した祈願所を3代目の藩主利常公が現在の場所に移築したそう。徳川幕府が日本全国を統一するため多くの大名を取り潰していた頃で、100万石の禄高を誇る加賀藩との関係は相当の緊張状態にありました。こうした背景より金沢城が直接攻め込まれないよう幕府の軍勢を迎え撃つ体制を妙立寺に整えたのが忍者寺たるゆえんです。内部は撮影禁止のためお見せすることはできませんが、2階建てに見える建物は実は4階建て7層にもなっており、中2階、中2階などがある内部は迷路のようになっています。見学には予約が必要。複雑な内部をガイドの方が案内してくれます。落とし穴や隠し階段などの仕掛けがたくさんあり、ワクワクしながら見学できるのでおすすめの観光スポットです。午後1時、妙立寺のすぐ近くにある西茶屋街もセットで観光します。東茶屋街と比べるとコンパクトな街並みで観光客が少ないのでゆっくり楽しむことができます。所属している芸妓さんの人数が多いそうなので、運が良ければ散策中に姿を見ることができるかもしれません。午後1時10分、西茶屋街には有名な和菓子店やカフェがいくつかあります。甘納豆川村でお土産を購入します。芸妓さんも御用達にするという甘納豆の専門店で、漂白剤や着色料、保存料が一切使われていない絶品甘納豆を買うことができます。他に唐菓子や羊羹、シロップなども販売しており、包装も可愛いので金沢のお土産としてもおすすめです。お店の奥にはイートインスペース、2階にはカフェもあります。イートインの豆のまのまでは食べ歩きスイーツを提供。賞味期限6分のモナカが人気です。私たちはマスカルポーネチーズと塩豆あんが入ったモナカを食べましたが、柑橘系のピールが入ったマスカルポーネは爽やかで、塩味のあんことよく合う、濃厚でとても上品な味でした。実店舗は西茶屋街にしかないので、観光時にぜひ立ち寄ってみてください。午後2時、金沢駅に戻り最後の食事を楽しみます。金沢肉食堂は金沢駅直結の安堵にある能登牛のステーキや丼を食べることができるお店。能登牛は生産数が少ないため、ほぼ石川県内でしか流通していないそうです。この能登牛が本当に美味しい。お肉は柔らかく、上品な脂が口いっぱいに広がります。女子的には少し入りにくいがっつりしたお店ですが、このお肉は絶対に食べた方がいい。能登の牛と豚が入った丼も美味しかったので、両方味わいたい方はこちらもおすすめです。午後3時半、金沢駅のあんとはお土産売り場も充実しています。後の動画でご紹介しますが、金沢土産は可愛くて美味しいものがたくさんあるので、ぜひじっくり探してみてください。午後4時半、荷物をピックアップして空港へ向かい、これにて1泊2日の金沢旅行終了です。金沢旅行のプランいかがでしたでしょうか？歴史や文化を守りつつ新しさもあるとても美しい街です。ぜひ皆さんの旅行の参考にしていただけたらと思います。次回の A スタイルは金沢で生活をする私が選ぶ本当に美味しいおすすめグルメ店をご紹介します。
モデルコースでは紹介していないお店を選ぶ予定のため、合わせて楽しんでいただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったら高評価、チャンネル登録お願いします。